どうも皆さんこんにちは。福井の映像屋さんの木野です。本日はプログラミング初心者の方向けに if 文を使った条件分岐の方法をご紹介させていただきたいと思います。どういう状態の時にどういう動きをするといった感じで、条件分岐はプログラミングにおいてとても重要な要素になります。このチャンネルでは Web 制作や動画制作、AI など様々な情報を初心者の方向けに発信しています。クリエイターを目指している方はぜひ今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速、左側に Google Chrome、右側に VS コードを開きましょう。この動画から見始めても分かるように進めていきますが、変数やボタンクリックによるアラート表示も使用しますので、まだご覧いただいていない方はそれらの動画からご覧いただくのがおすすめです。まずは Explorer アイコンからオープンフォルダーボタンをクリックし、これから作るコードを保存するフォルダを作成します。何でも大丈夫ですが JS テストにしておきます。ではファイル作成アイコンをクリックして JS テストフォルダの中に index.html ファイルを作成しましょう。びっくりマークを入力からのエンターで HTML のひな形を呼び出します。2行目の英語を意味する EN は日本語を意味する JA に変更し、ページタイトルのドキュメントは if 文に変更しましょう。ボディタグの中身にボタンタグを設置します。ボタンタグの中には ID=btn0 を記載し、JavaScript で使用するための ID 属性を設定します。ボタンとして表示する文字はチェックにしておきましょう。では、ボディの閉じタグの直前にスクリプトタグを記載します。source=index.js を記載して、カーソルを合わせると表示されるフォローリンクをクリックしましょう。クリエイトファイルをクリックすることで index.js ファイルが作成されます。では一度 HTML ファイルをブラウザにドラッグ&ドロップしておきましょう。チェックボタンが表示されていますが、今はクリックしても何も発生しません。それでは JavaScript を書いていきましょう。let ラーメン=3で、ラーメンという変数に数値3を代入します。次に少し長くなりますが、先ほど作ったボタンをクリックしたら何かを発生させるという記述を書いていきます。ドキュメント .getElementById 丸カッコ中に btn0 ドットアットイベントリスナー丸カッコクリックコンマ丸カッコイコール大なり波カッコ、先ほどの ID が btn0 のボタンをクリックすると波カッコの中に書かれたイベントが発生するという記述です。今回はここの中に書く内容で if 文を使おうと思います。if 丸カッコ波カッコ else 波カッコ、丸カッコの中に条件を記載し、一致すれば最初の波カッコの中に書く内容が実施され、一致しなければ else の後の波カッコの中に書く内容が実施されます。丸カッコの中にラーメン大なり2と記載しましょう。そして波カッコの中にアラート丸カッコ二郎系ラーメン、次の波カッコの中にはアラート丸カッコ
カップラーメンと記載します。これでコードは完成です。ブラウザを更新してチェックボタンをクリックしましょう。はい、二郎系ラーメンが表示されました。ラーメンが2より大きいとき、二郎系ラーメンと表示される条件になっているので、ラーメンが3で設定されていることから、その条件に一致した状態になっています。では、ラーメンの値を1に変更してみましょう。ブラウザを更新してチェックボタンをクリックします。はい、ラーメンが2より大きくないのでカップラーメンと表示されました。では最後に条件をもう一つ追加する記述を入れたいと思います。else の部分を else if に変更して丸括弧の中に2つ目の条件を追加します。最初の if の条件に当てはまらなかった場合、次の else if の条件に合うかどうかが判断される感じです。意味的には直訳のまま if をもし、else をそれ以外に置き換えて考えていただくと分かりやすいと思います。2つ目の条件にラーメン==1と記載し、並括弧の中にアラート丸括弧家系ラーメンと記載します。ブラウザを更新してチェックボタンをクリックすると、ラーメンの値は1になっているので、その条件通りに家系ラーメンが表示されました。なお、条件に値が一致していることを記載する場合には、イコールは1つではなく2つ書かないといけないので覚えておきましょう。プログラミングでは1つ覚えたことを自分で応用してどんどん使ってみるのが大事なので、今回の動画を参考にいろいろ試してみましょう。もし分かりづらかった点などがあればコメントをいただけますと幸いです。またチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。